狩猟や農耕の時代から社会が形成され、争いが生まれ、外国と交流をしながら現代まで発展してきた日本。そんな目まぐるしく変化してきた歴史の中で、社会に溶け込まず、山中で静かに暮らしていたと言われている集団のことを、皆さんはご存知でしょうか？今回は、日本にかつて存在したと言われている漂白集団、山花と、そのルーツについて様々な説をご紹介していきたいと思います。山花と呼ばれる集団は、1950年頃まで確認されていました。明治期には20万人、戦後には1万人ほどいたのではないかと推測されています。集団といっても、一つの民族でも氏族でもありません。山花とは、戸籍を持たず、定住せずに本州の山中を転々として暮らしていた人々のことを指します。分布については、北は青森、南は鹿児島まで至っていたという説や、東北地方以北には至らなかったという説もあります。山では洞窟や遺跡に住み、移動の際には湯さばりと呼ばれるテントを張って、家族単位で生活していました。また、湯さばりで暮らすことを背振りと言いました。生活様式から慣習、信仰、伝承に至るまで、定住民、平地民とは異なっており、明治期には戸籍を持たない、山に逃げ隠れているということから、犯罪者のような扱いをされ、役所や警察によって山花という別称が付けられました。差別的な言葉ではありますが、この動画ではあえて山花という民族学的な呼称を使わせていただきます。ご了承いただけると幸いです。世間からは蔑まれていた山花。山花は後世に記録を残すことも嫌っていたため、山花に関する資料や文献も乏しく、謎に包まれた存在となっています。彼らはどのような集団で、なぜひっそりと人里離れた山中で暮らすことになったのでしょうか。山花は農耕せず、定住せず、政治権力に服従しないという生活観を、八重垣、旗村という掟で守っていたそうです。各々のやり方で誰にも支配されず、誰の干渉も受けず、自主的に掟を破ることなく自由に生きる。山花はこのような自分たちの生き方を、面々しのぎという言葉で表しました。しかし、各地の背振りを取り仕切る存在はいたようで、文献によると、綾立道宗と呼ばれる大野像を頂点に、くずしり、くず子、群れ子と呼ばれる野像がいたと言われています。このような独自の社会の中で暮らしていた山花ですが、時には近隣の村を訪れ、ささやかな商取引を行って生計を立てていたと言われています。自分たちのことはあまり話さないものの、海の幸や川の幸、竹で作った宮猿などの手工芸品を農家へ持って行き、穀物や野菜、お金と交換していたそうです。山花は働き者だったとも言われています。そのため、地方によっては彼らは、見直し、見作り、河原小敷とも呼ばれていたそうです。その他にも、天馬門、おげ、ポンなどなど。ちなみに、自分たちのことは関東ではなでし、関西では諸剣士、剣士などと称していたそうですよ。ところで、山花はどのような言葉を話していたのでしょうか。文献や山花を知る人たちによると、彼らは特殊な隠語を用いて話していたと言われており、それは山花言葉と呼ばれています。山花言葉は西日本と東日本で違いが見られるそうですが、中には共通する言葉もあり、山花の漂白範囲が広かったことも伺い知れます。山花の生活観からして、仲間内でしか通じない言葉が生まれたという可能性もありますが、山花は日本の古語を使い続けていたのではないかとも言われています。仲間への連絡として、特殊な符号の書かれた炙り出しを地面に埋めたりもしていたそうで、彼らが使っていた文字は山花文字と呼ばれています。山花文字は、
古代日本で漢字以前に使われていたと言われている神代文字の一種、豊国文字とよく似ていることが指摘されています。豊国文字は文語の国主、大友義直が編纂したという古史古伝、上津文に見られる文字です。三家文字は、後世の研究者が豊国文字を元にして創作したものではないか、とも言われているようですが、それにしては不思議な点もあるのです。一つ目は、上津文の伝承と三家の伝承が似ているという点。二つ目は、山の民の一部に、大友義直に文字と歴史を盗まれたという伝承が残っているという点です。三家が使用していた古代文字、守ってきた歴史を、大友義直が上津文として編纂したということなのでしょうか。三家はいつの時代から現れ始めたのでしょうか。三家のルーツについては諸説ありますが、その中の一つに、縄文時代の現日本人の末裔ではないかという説があります。弥生時代以降、日本列島には様々な渡来人や文化が入ってくるようになり、やがて大和朝廷が成立、平地を追われて山にこもるようになった、あるいは渡来人と平和的に融合した現日本人が三家のルーツではないかということです。また、出雲族との関係性も指摘されています。三家の伝承には、出雲の国つかみを祖としているというものがあるそうです。大国主の国譲り伝説は、大和朝廷に侵略された出雲のことを表しているのではないかとも言われていますが、大和朝廷への服従を拒んだ出雲族の末裔とされているのですね。三家は、見事に断ち切るものという意味を持つ、梅貝という両刃の担当、天神という煮炊きに使う自在鍵を用いていました。このような金属製の道具を使っていたということからも、製鉄が盛んだった中国地方にルーツがあると考えても良いかもしれません。広島県にかつて存在したと言われている三笹町にも、三家の最大級のコロニーがあったと言われており、竹細工の技法が優れていたのだとか。古語を話していたという意味でも、三家は新しい言葉を覚えることなく、現日本人が使っていた言葉をそのまま使い続けていたのかもしれません。ここまでお話しした、いわゆる古代難民説の他にも、動乱の続いた室町時代の遊芸民、職能集団にルーツを求める中世難民説や、江戸期の飢饉で山へ逃れた人々の末裔とする近世難民説などもあります。天保の大飢饉で最も過酷だった中国地方において三家の記述が多く登場するということも説を裏付ける理由の一つとなっています。平安時代には傀儡を使った芸能を生りとした傀儡師と呼ばれる集団も存在しており、三家とのつながりを指摘する声もあります。三家には笛などの楽器を作る吹き高や獅子舞、傀儡などの遊芸を行う偉木という職業もあったとされています。忍者や山伏も三家と関係があるのではないかと言われていたり、有名な人物で言うと、源義経、豊臣秀吉、徳川家康などにも三家の血が流れていたとも言われています。三家は山から降りて定住することを溶け込みと呼んだそうですが、時代の変化に伴って平地へ溶け込んでいた者もいたのかもしれませんね。いかがでしたか？三家の存在は戦後生まれのほとんどの人は知らないと言われています。高齢者の方の中には三家と思われる人々を見たことがある、話したことがある、物々交換をしたことがあるという人もいるそうで、その当時のお話はとても興味深いものです。交流はあったが近寄ってはならない、仲良くしてはいけないような雰囲気を感じた。獣や草花に関する知識が豊富で、みんなが知らないようなことをたくさん知っていた。病気になると、彼らに薬を作ってもらっていた。とてもおとなしく、悪さもしなかったので村の者は信用していた、などなど。南北朝動乱時代には、戦いに敗れて山に隠れ住んでいた阿多隼人の人々に対して、三家の人々が親切に荷造りを教えたという伝承も残っているそうです。
先にも述べましたが、参加は一つの民族、氏族ではないので必ずしもこういう人たちだったというくくりはできません。しかし、このようなエピソードを聞く限り、縄文人のような争いを好まない純粋な心の持ち主が多かったのかもしれませんね。特徴としては、男は凛々しい顔をしていて眼光が鋭く、それでいて穏やかで物静か。手先が器用で、一途で律儀である、とも言われているようです。参加は戦後、姿を消しました。昭和27年に施行された住民登録法の影響もあったのでしょう。もちろん、確認されていないだけで、今でもどこかで参加の慣習を受け継いでいる人々がいるかもしれません。自然と共存しながら質素な生活を送り、自由で誇り高く、本当の意味での豊かな生き方をしていた参加。そこには、今の現代人が見失ってしまっている大切なことがある気がしてしまいますね。